にちは、久美です。時を遡って67年前、横浜開港100周年という節目に、この建物は建築家、村野東吾の設計で生まれました。今日は一緒にこの歴史ある建物を生かして姿を変えた横浜の新スポット、ベースゲート横浜館内を見てみませんか？再開発は約5年の歳月がかかったそうです。旧庁舎だったここ、今の名前はザ・レガシーです。かつて横浜の行政を支える場所でしたが、今は有林堂と星野リゾートによってあなたの好きに新しい1ページをコンセプトに、有林堂の1階は雑貨を中心としたフロアで、2階は Books and Think をテーマにした書店とコワーキング&ラウンジエリアです。コワーキングエリアはとても落ち着いた雰囲気で、実際に運営が始まれば人気が出そうですね。地下1階のテーマはカフェ&カルチャー。ギャラリーショップや1909、有林食堂が入っています。星野リゾートホテルはオープン後にまた来たいと思います。スポーツ好きがワクワクするザ・ライブに入りました。中央には約776インチのスクリーンが広がり、その周りを横浜発祥のグルメが囲むように並んでいます。仲間と一緒に試合を見ながら思い切り盛り上がれるのが魅力的ですね。2階はベイスターズのグッズが並ぶショップです。ファンにはたまらない空間になっています。かわいい。いろんなコラボグッズもあってすごい。青みじゃん。4月19日までベイスターズの試合時無料で予約できますが、すでに空いていません。3階にあるザ・バーベキュービーチはリゾート感のある開放的な空間で、手ぶらでも持ち込みでも楽しめるバーベキューテラスです。グリーンウォークテラス2階のサラベスは神奈川エリア初となる話題の新店舗。フレンチトーストなどの朝食が有名ですが、ここではランチやディナーまでゆっくり楽しめます。ピスタチオおいしい。パンピカピカ。ふわふわ。ふわふわ。パンがふわふわ。パンがふわふわ。1階に行ってみましょう。人気なスタバはもちろん、隣にはポンパドールがあります。こちらの店舗には横浜の海をイメージして作られたタコさんのお船というパンがかわいい。タワーの3階にあるワンダリア横浜は没入型体験施設です。ポケモン探しのような旅に行ってみましょう。施設オリジナルのワンダリアアプリを使って映像に登場する生き物の情報を見ることができたり、生き物を見つけてミッションを達成したり、ゲーム感覚で楽しめます。緑豊かな森や神秘的な海、移り変わる季節など異なるテーマの6つのゾーンを巡り、非日常体験をすることができます。
次の電車乗る。ご視聴ありがとうございました。短い動画でしたが、楽しんでいただけたら、グッドボタン、チャンネル登録してもらえたら励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。